はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市から韓国の首都ソウルに旅行に行った動画のパート1です。皆さんソウルに行ったことがありますか？私は以前ソウルに行ったことがあります。ソウルは美味しい食べ物もたくさんあって日本から近いので行きやすい都市ですよね。今回は北海道旭川市から新千歳空港までを JR で、そして新千歳空港から芦屋航空便でインチョン空港に移動しております。それ以外にも空港の両替レートや SIM カード情報、ソウルの人気グルメエリアで食事をした模様などにつきましても紹介させていただいております。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回は北海道旭川市から電車と飛行機を乗り継ぎまして合計距離約 1589km を移動しました。私は過去に海外旅行の動画を作成しております。タイの首都バンコクやベトナムの首都ハノイ、ベトナム最大の都市ホーチミン、マレーシアの首都クアラルンプール、日本から一番近いアメリカのグアム、オーストラリアの大都市メルボルンを旅行した動画も作成しております。これらの動画を見ていただければ旅行に行った気分になれるかと思いますので、ぜひこちらの動画もご覧いただければと思います。はい、今回は旭川市の玄関口 JR 旭川駅から動画をスタートしたいと思います。JR 旭川駅の中に入ってまいりました。西改札口から電車に乗ったんですが、その前に隣の売店で買い物をしております。こちらの売店で販売しているものは飲み物や食べ物だけでなく、旭川銘菓の蔵生や今回私も買ったんですがエビフライやチキンカツなどを包んだ棒状のおにぎりで旭川名物の純ドッグなども販売しております。ホームに C55 分発札幌行き特急ライラックが入ってきました。JR 旭川駅は日本最北にあります有人の高架橋駅です。2011年に新しい駅舎になりましたので、すごく綺麗な駅ですよね。特急ライラックで旭川から約 140km 離れた札幌に向かいました。高層ビルがたくさん見えてきたら JR 札幌駅はもうすぐです。JR 旭川駅から特急ライラックで約1時間25分で JR 札幌駅に到着できました。JR 札幌駅から9時35分発新千歳空港行き快速エアポートに乗りたいと思います。今回私は指定席の U シートに乗りました。札幌から新千歳空港までの距離は約 49km です。快速エアポートの所要時間は約40分でした。はい、 JR 新千歳空港駅に到着できました。私は左側のエスカレーターで上がりました。エスカレーターを上がった後、お土産屋さんなどがたくさんあるエリアから国際線出発カウンターまで再生速度を上げて紹介しております。この辺りのお店では北海道の海鮮も買うことができます。国内線から国際線までの連絡通路でありますスマイルロードを歩いていきます。こちらのエスカレートを上がると新千歳空港国際線出発カウンターに到着できました。こちらでは
お土産屋さんや免税店がありましたね。フライトボードがありましたので見てみました。私が搭乗する便は帝国13時ちょうど発ソウルインチョン空港行きアシアナ航空 OZ173 便です。今回登場しましたアシアナ航空は1988年に創立しました韓国を代表するフルサービスキャリアです。韓国国内路線並びに国際線を運航しております。今後大韓航空に統合される予定です。この動画を作成しております2024年10月現在では ANA も加盟しておりますスターアライアンスに加盟しております。 ANA の上級会員はスターアライアンス加盟の航空会社便に乗った際にはスターアライアンスゴールドメンバーとして空港ラウンジなどを利用することができます。今後大韓航空に統合されると韓国の航空会社でスターアライアンスやワンワールド加盟の航空会社がなくなってしまいます。 ANA と JAL の上級会員のおじさんとしてはとても残念ですね。アシアナ航空のチェックインカウンターは B カウンターでした。私はエコノミークラスの航空券でしたが ANA の上級会員でしたのでビジネスクラスのチェックインカウンターでチェックインをすることができました。アシアナ航空の上級会員ビジネスクラスの乗客並びに ANA などスターアライアンス上級会員にはラウンジ券もしくはレストラン1000円クーポンのどちらかをもらうことができます。私は1000円クーポン券を選択しました。出発カウンターの反対側には外貨両替所がありました。この動画を撮影しました2023年11月の両替レートはこちらです。今回韓国に行きますので韓国ウォンの両替レートを確認しました。1、韓国ウォンが欲しい場合は 0.1418 円が必要になります。この場合は1万円で約7万521韓国ウォンに両替することができます。ちなみにインチョン空港の両替のレートは1万円で約8万900韓国ウォンでした。またトンデムにある両替所では1万円で約8万6500韓国ウォンに両替することができました。ですのでこちらで両替すると損してしまいますのでできるだけ韓国にいてから両替されると良いと思います。私はチェックインをした後出発口に行きました。ここで出国審査をしました。新千歳空港国際線のラウンジについて紹介したいと思います。2カ所ありますが最初に紹介するラウンジはロイヤルラウンジです。こちらのラウンジは日本航空、全日空、大韓航空などの指定ラウンジになります。もう1カ所のラウンジはノースラウンジです。こちらのラウンジはアシアナ航空指定ラウンジになります。ただクレジットカードのゴールドカード保有者や有料でも利用することができます。せっかくでしたのでノースラウンジに行ってみました。この辺りには免税店がありました。こちらのエスカレーターを上がったらノースラウンジがありました。ノースラウンジの中も撮影させていただきました。席も広々としておりまして雑誌もありましたのでゆっくり過ごせると思いました。ドリンクバーもありましたのでソフトドリンクを無料で飲むこともできます。今回私が昼食を食べました北海道市場食堂街について紹介します。北海道市場食堂街は新千歳空港国際線制限エリア内にありますレストラン街です。アシアナ空港でもらった1000円クーポンも利用することができます。私は今回道産和牛レストラン牛美堂で食事をしました。北海道市場食堂街の中を撮影させていただきました。この動画を撮影しました2023年11月現在ではクローズしているお店もありました。ラーメンのお店もありました。左側に見えるお店で私は食事をしました。お寿司屋さんもありました。今回
食事をしました。道産和牛レストラン牛美堂は北海道産和牛専門料理店です。メニューはお示ししている以外にもありました。わしはこの時道産和牛焼肉丼を注文しました。私が食事をした時お店は混んでおりませんでした。道産和牛は油の旨味を感じられて本当に美味しかったです。わしは食事をした後66番搭乗口に行きました。はい、これから新千歳空港定刻13時ちょうど発ソウルインチョン空港行きアシャラ航空 OZ173B 搭乗開始します。シエさんは韓国語で何を言ったんでしょうかね。わしはエコノミークラスの座席に座りました。これから新千歳空港を離陸します。徐々に加速していきます。新千歳空港からアシャナ航空 OZ173 便ソウルインチョン空港に向けて離陸しました。新千歳空港からソウルインチョン空港までの区間マイルは870マイルです。キロメートルで表示しますと約 1400km です。新千歳空港を出発して約1時間ぐらいした頃、機内食が出てまいりました。フライト時間が短い中でもちゃんとした機内食でした。どの料理も本当に美味しかったです。飛行機のモニターを見たら残り89マイル、インチョン空港が近づいてまいりました。新千歳空港を出発して約3時間、アシアナ航空 OZ173 便区間マイル870マイル、韓国ソウルインチョン空港に到着することができました。私はビジネスクラスの乗客の後に機内を出ました。動画が長くなってしまいますので、入国審査所まで再生速度を上げて紹介します。入国審査はそこまで時間がかからずに通過することができました。韓国入国時には2024年10月現在、入国カードもしくは KETA 大韓民国電子旅行許可制度で許可を得る必要があります。ただ2025年以降、韓国に入国する際には KETA が必要になる予定です。入国カードは機内で渡されます。入国カードの記載方法につきましては日本国のウェブサイトに書いてありますので、参考にされると良いと思います。また税関申告品がある場合のみ税関申告書の記載が必要になります。無事に入国審査を通過しましたので、手荷物受取所で預けておりましたスーツケースを受け取りに行きました。私は到着ロビーに出る前に外貨両替所がありましたので行ってみました。こちらの韓国ウォンの両替レートは1万円で8万900韓国ウォンでした。新千歳空港で両替するよりは良いと思いますので、私はこちらで2万円分両替しました。私は両替した後、到着ロビーに行きました。到着ロビーの出口の目の前にバスチケットの販売所がありました。こちらでソウル市内行きのバスのチケットを購入することができます。わしは宿泊するホテルがトンデムン方面でしたので、6002番のバスチケットを1万7000韓国ウォン日本円で2000円で買いました。また
到着ロビーには韓国で使用ができる SIM カードを販売しておりました。こちらで販売している SIM カードは5日間データ無制限、通話もできるタイプが 27,500 韓国ウォン、日本円で約 3,240 円で販売しておりました。ただ韓国の SIM カードは Amazon で購入することができるんです。5日間データが 10GB、 通話もできる SIM カードが980円でした。ソウルで購入するよりも安いので、韓国に行かれる方は事前に Amazon で買っておいてほしいと思います。 CU と書いてあるコンビニエンスストアが見えたと思います。こちらのコンビニエンスストアでも販売しているんですが、キーマネーカードと呼ばれる日本のスイカのような交通系 IC カードがあります。このカードで地下鉄やバス、コンビニ、レストランなどの支払いができます。またコンビニや駅などで購入することができてチャージもできます。私はリムジンバスに乗るためにバス停に向かいました。私はこちらのバス停から6002番のバスに乗りました。私は運転手さんに先ほど購入したチケットを渡しました。私が乗りました6002番のバスは定刻時間にバスが出発しました。私が乗りました6002番のバスの行き先がトンデムン方面で、私が下車したバス停はトンミョンという場所でした。このバスの運行間隔は15分ぐらいでした。料金は先ほども紹介しましたが 17,000 韓国ウォンでした。インチョン空港からトンミョンまでの距離が約 73km、 使用時間が約80分ぐらいでした。運行時間は赤色の枠の通り早朝から遅い時間まで運行しておりました。今渡っている橋は長さ 4420m のヨンジョン大橋です。ソウルのシンボル的存在の川でありますハンガンを渡るとソウル市内に入ります。ソウル市内のどの辺りかわからなかったんですが、この辺りから賑やかになってまいりましたね。このバスがトンデムンを過ぎる頃には乗客がほとんどおりませんでした。私は今回宿泊するホテルの最寄りのトンミョンで下車しました。今回宿泊しましたホテルの場所はトンミョン駅から歩いて5分ぐらいだったと思います。トンミョンのバス停からホテルまでの道のりを再生速度を上げて紹介しております。薄暗い道を歩いていきますと、今回宿泊しましたソウル N ホテルトンデムンに到着できました。今回宿泊しましたホテルはトンデムンに近い場所で、空港リムジンバスのバス停も近く便利な場所にあります。ドミトリールームでもトイレとシャワー室が別ですのでコスパが良いホテルだと思います。宿泊料金は1泊シングルルームで約1万5000から2万円、ドミトリールームで3000円から5000円ぐらいだと思います。わしはドミトリールームに宿泊しましたが、鍵付きのロッカーもありましたし、日本と同じ A タイプのコンセントと USB もありましたので、特に不便さは感じませんでした。わしは夕食を食べようとトンデムンにありますタッカンマリ通りに行きました。タッカンマリ通りもしくは横丁はトンデムンにあるタッカンマリを提供するレストランがたくさん並んでおります。旅行雑誌のルルブ掲載店などの人気店は食事をするのに約2時間待ちもあると思います。わしはチノッカーハルメウォンジュタッカンマリという一番人気のお店の近くにありましたコンヌンタッカンマリに行きました。
こちらのお店は1990年代初めにオープンしたタッカンマリのチェーン店で安定した味で人気があるお店です。お店の中の様子です。日本人のお客さんもかなりおりました。このお店のメニューをお示ししております。私はタッカンマリ2人前28,000韓国ウォン、日本円で約3300円と、韓国ビール5000韓国ウォン、日本円で約590円を注文しました。鶏が丸ごと1匹入っておりましたが、お店の方にハサミで食べやすいように切っていただきました。私は初めてタッカンマリを食べたんですが、福岡の水炊きに近い味かなと感じました。薄味のスープなんですが、鶏の出汁が出ていて本当に美味しかったです。これで今回の動画は以上になります。先ほど紹介しましたタッカンマリ通りの映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画では北海道旭川市から韓国ソウルまで電車並びに飛行機を利用して移動してきた模様を中心に紹介した動画でした。おじさん、ソウルにはかなり前に訪れて以来でしたので、久しぶりにソウルに行けたことはとても嬉しく思っております。新千歳空港ではチェックインの模様や国際線にあるラウンジ、北海道市場食堂街などにつきまして紹介させていただきました。そしてアシアナ航空の機内食につきましても紹介させていただきました。また新千歳空港とインチョン空港の韓国ウォンの両替レートにつきましても紹介させていただきました。最後に韓国の人気グルメタッカンマリのお店につきましても紹介することができました。今後作成予定のパート2の動画ではソウルの観光スポットやグルメなどにつきまして紹介したいと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。アシャナ航空、大韓航空と合併しないでほしかったな。